通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、チェーンソーマンレゼ編からの話題になります。ついにですね、この劇場版チェーンソーマン、10月24日に北米での公開がスタートしました。それに合わせてね、様々なレビュー、そしてロッテントマトのスコアなども出ているんですが、これがですね、まあ、絶賛ですよ。すごいことになっていますね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それではね、こちら見えておりますが、皆さんご覧になりましたか？劇場版チェーンソーマンレゼ編ですね。日本ではね、公開してかなり日が経つんですが、ついにですね、10月24日、北米での公開がスタートいたしました。これに合わせて様々なレビューや、そしてロッテントマトのスコアも出てきまして、今日ね、そのあたりじっくり見ていきたいと思いますが、まずね、こちらムービーウォーカープレスさん、日本でのね、興行収入になります。公開5週目を迎えたチェーンソーマンレゼ編の週末3日間の成績は、観客動員数が37万5千人、興行収入が5億8200万円、動員は前週比 92% で、高収話度 91% と安定感抜群なのは、この週末から入場者プレゼント第3弾の配布がスタートした効果が大きいのだろう。いずれにしても同作が想像以上の推移を見せていることは言うまでもない。公開当初は最終的な興収の着地点が60から70億円と予測されていたが、すんなりその領域に到達し、週末時点での累計成績は動員426万人、興収65億円を突破している。ということでね、こちらになりますが、チェーンソーマンレゼ編が怒涛の V5 達成で、興収65億円突破と。で、その他のね、アジア地域では、北米よりも先に公開されているんですが、こちらね、韓国もかなり好調ということで、韓国の興行収入ランキングでは、チェーンソーマンレゼ編が2週連続で首位を維持し、呪術廻戦が好調なスタートを切った。日本のアニメ映画、チェーンソーマンレゼ編は、韓国の週末興行収入で2週連続の首位を獲得。911スクリーンで24万6138人を動員し、興行収入は180万ドル、マーケットシェアは 31.9% を記録した。ということで、このね、劇場版チェーンソーマン、韓国でも2週連続トップを記録しておりまして、絶好調ということなんですね。ではこちらね、一応概要を見ていきたいと思います。劇場版チェーンソーマンレゼ編は、2025年に公開された日本のダークファンタジーアクションアニメ映画で、藤本つ樹の漫画、チェーンソーマンを原作としている。この作品は、アニメ映画第1期の直接の続編であり、原作コミック第5巻と第6巻の内容を映画として描いている。ということでね、今回の劇場版チェーンソーマン、これはですね、アニメの第1期ありましたね。続きということなんですね。そしてこちらですね。劇場版チェーンソーマンレゼ編は2025年9月19日に東宝によって日本で公開された。日本国外ではクランチロールがソニーピクチャーズを通して配給し、9月24日から一部アジア地域で、そして10月24日から世界的に公開された。これが今回の件ですね。本作の世界興行収入は7100万ドルを超え、アニメーション、アクションシーン、そして物語の完成度に対して高い評価を受けている。ということでね、高い評価を受けていると出ましたので、このね、10月24日に世界的な公開となりました。劇場版チェーンソーマン、ロッテントマト見てみましょうか。それがね、こちらになるんですよ。もうちらっと見えてますが、やばいでしょ。こちら、オールクリティクス、なんとですね、20票現在入っておりまして、100% です。そしてこちらね、ベリファイドオーディエンス 99%、オールオーディエンス 97% ということで、以前もね、特にちょっとお話ししましたが、80% と 90% の間には大きな壁があると、このようにお話ししていたんですが、現時点ではですね、こちら、まだまだね、1000票以上ということで、決してね、多くはないんですが、このようにね、90% 以上を維持しているということなんですね。ということで、こちらね、100% なんで当然なんですが、これね、どこまで行っても赤い世界が広がっています。このようにね、すごいでしょ？気持ちいいですよね、これね。関わったアーティストたちはこの賞を、これほど魅力的な映画に仕上げた功績に対し、あらゆる賞賛を受けるべきだ。この作品は今年見た中でも最もダイナミックで創造的なアニメーションの数々が詰まっている。間違いなく今年最高のアニメ映画の一つであり、自分の目で体験する価値のある壮大な映像作品だ。複雑さとスケールの大きさで圧倒する、まさにアクションの爆発だ。その動きの激しさとアニメーションの壮麗さで見る者を魅了するために、画面の隅々まで余すことなく使い尽くしている。ユーモアとロマンスを織り交ぜた戦いに満ちた壮大な女子誌である。近年のアニメシリーズ映画化作品の中でも屈指の出来であり、ほろ苦い青春の恋物語は思わず涙を誘うほどの力強さを持っている。ではね、そんなチェーンソーマン、
現在ね、初日の興行収入と、あと週末の興行収入予測ですね。こちら出ておりますので、見ていきたいと思います。ソニーとクランチロールのアニメが、再び興行会を、ローズ。チェーンソーマンが話題を集め、1400万ドル超えのオープニングを記録。ということで、こちらですね、ローズとあります。こちらが本日のキーワードになります。何をするべきか、何をしてはならないのかを定めた公式な声明。ということで、こちらはね、もう本当説明不要ですよね。これね、ルール。つまりは、規則のことです。で、今回はですね、またね、違った意味になりまして、こちらですね、通常、国などのどこかを支配すること。ということでね、こちらのルールというのは、支配するという意味になります。統治するとかね。で、このルールというとね、規則としての使い方が、日本ではね、一般的なんじゃないかなと思いますが、意味としては、こちらが先にあったということですね。つまり、支配するものが決める規則。なので、ここから派生して、このルールというのが規則として使われるようになったと。なので、もともとは支配するという意味なんですね。ということで、こちらは、ソニーとクランチロールのアニメが再び興行会を席巻。チェーンソーマンが話題を巻き起こし、1400万ドル超えのオープニング興行収入を記録。ソニークランチロール配給のチェーンソーマンレゼ編は、初日に好調な800万ドルを記録し、週末には1400万ドル超えが見込まれる興行成績で、ボックスオフィスの頂点へと切り込んでいる。予想されていた1100万から1400万ドルの上限に近い好スタートを切り、明確な1位発進となったが、ここね、面白いですよ。注意点として、ワールドシリーズ初戦。これね、ドジャース対ブルージェイズです。が、同日に行われており、ロサンゼルスはアニメ映画にとって最大の市場であることが挙げられている。ということでですね、このね、チェーンソーマン、レゼ編、初日ね、800万ドルを記録し、週末でね、1400万ドルを記録するのではないかと、このように予測されているんですね。そしてこれに関しては、予測されていた数値の上限であると。つまりは非常に好調なスタートを切っているということなんですが、この週末はロサンゼルスでね、ワールドシリーズの初戦があると。で、このロサンゼルスというのはね、アニメの興行収入に大きな影響を及ぼすので、もしかしたらこれが興行収入に影響するかもしれないね。このような話になってるんですね。これ面白いですよね。アメリカならではの話なんじゃないかなと思いますが、デリッシュミックスの報告によると、これね、アメリカのソーシャルメディアの分析会社です。この会社の報告によると、チェーンソーマンのソーシャルメディアでのリーチ数は5億件に達しており、これはアニメ作品の平均を6倍も上回る規模だという。TikTok、Facebook、X、YouTube、Instagram を合計した数値で、YouTube 上ではすでに3億5100万回以上の動画再生を記録している。また、チェーンソーマンの SNS 上でのリーチは、公開前の鬼滅の刃無限上編の約2億件に対して 2.5 倍にも達していると指摘されている。ね、つまり SNS の反応は、鬼滅を大幅に上回っていると。ソーシャルメディア分析機関の報告によると、劇場版チェーンソーマンレゼ編に関するオンラインでの会話はおおむね好意的で、ファンたちは映画的な仕上がり、原作漫画の画風への忠実さ、そして米津玄師のサウンドトラックに熱狂しているという。観客の間ではこのショーは映画化されるべきだったという意見が繰り返し見られ、劇場で見る価値があるというテーマが強調されている。さらにファンの声としては、最近の無限上編と比べても、レゼ編の方が断然、こちらね、結果と言いますか、最高。もう一度映画館で見たい。原作の画風への忠実さが本当に好き。まるで漫画がそのまま動き出したみたい。といった賞賛も目立つという。で、こちらですね、プレビューの数字がどれくらいのものだったかという話です。ちなみに、このプレビュー成績は、2021年4月に公開された鬼滅の刃無限列車編の380万ドルに近い数字である。当時は新型コロナによる映画館の再開期で、同作は最終的に3日間で2120万ドルを記録。公開初日の金曜だけで950万ドルを稼いでいる。で、今回ですね、このチェーンソーマン。ポップコーンバケット。恒例のね、ポップコーンバケットですよ。今回もいいセンス発揮しておりまして、ここね、ポチタのポップコーンバケットが間もなくシネマークに登場ということで、これどうですか？いいですよね。このね、後ろが開くんですね、こんな感じで。この人ね、レゼ編を見た後にポチタを洗わないといけないと。ポップコーン入れちゃいましたからね。この方ね、限定版のポチタのポップコーンバケット買ったんだけど、持ち歩くだけでめっちゃ可愛い。映画を見ながら、すごく楽しい時間を過ごしましたということでね、こちら写真上げてくれておりますが、こんな感じになってるんですね。これね、ちゃんと寝かせてあげないといけないですね。最近寒いんでね、このように可愛がられていると。で、これね、日本でね、受注販売だったんでしたっけ？このチェーンソーマンヘッド型のね、ポップコーンバケット。これもね、販売されているようですね。こちら先ほどのポチタですね。そして、ここカップ。これらが販売されていると。
チェーンソーマンのポップコーンバケット、なんでこんなに全力で作っているんだということでね、このチェーンソーマン、その作品もね、さることながら、このポップコーンバケットに関する投稿がね、数多く投下されていると、こういった状況になっていますね。ちなみにね、このポチタのポップコーンバケット、即日完売となったそうです。はい、ということで本日はですね、先日、北米で公開スタートとなりました、劇場版チェーンソーマンレゼ編。現在ですね、海外で高い評価を獲得しておりまして、その興行収入が期待されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いや、もうこれに関してはね、鬼滅が完全にね、場を作ってますから、時期的にも良かったかもしれませんね。ぜひね、ご覧になった方も感想を聞かせていただけたらと思います。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。